まだ街が深い眠りから覚める前、東京エクスプレスウェイ南ルートには冷たく張り詰めた空気が流れている。今日この眠れる動脈を呼び覚ますのは、マツダが放った機体の傑作アンフィニ RX7 タイプ R だが、これはただの FD ではない。サイドに刻まれたレッドサンズの紋章、それは高橋圭介が魂を注ぎ込んだ行動最速の証明だ。速さには裏打ちされた理屈が必要だ。 PP599.99 という極限の制約化。心臓部の 13B REW には中回転型ターボを装填。出力調整 80% が導き出す343馬力は 1260kg の軽量ボディを羽のように加速させる。足回りはフルカスタマイズサスペンション。車高をフロント 95mm、リア 100mm に設定し、固有振動数を 2.20Hz 以上に引き上げる。さらにリアダウンフォースを256まで高めることで、高速セクションでの圧倒的な安定性を担保。このマシンは東京のハイスピードレイアウトを切るために調律されている。だが真の支配はマシン設定だけでは完結しない。ドライバーとマシンをつなぐインターフェースの最適化。ハンコン設定はモザのロードセンシティビティを極限まで高め、イコライザーで 10Hz から 15Hz の低周波を強調。タイヤが限界を迎える直前の震えを手のひらにダイレクトに伝える。さらに視覚情報の最適化。40インチモニター、視聴距離 60cm から導き出された物理的 FOV は約75度。 GT7 の座席設定をマイナス1へアジャストすることで、実車さながらの距離感と没入感を実現した。理論に基づいた視界と指先に伝わる路面情報、それらが揃って初めて圭介の FD は魂を宿す。コーナーのクリッピングポイントをミリ単位で射抜けるのは、この徹底したシム環境の調律があるからこそ。理論に基づいた視界と指先に伝わる路面情報、それら全てが噛み合った時、圭介の FD はもはやただのゲーム上のデータではなく、魂を持った生き物へと昇華する。
理想域に達し、燃料がわずかに減ることでマシンの俊敏性がさらに増していく。圭介の集中力はもはやコックピットという殻を突き破り、4本のタイヤが路面を捉えるコンマミリ単位の感触と一体化していた。モザのステアリングから伝わる FFB のイコライジングが路面の微細なアンジュレーションを鮮明な情報へと変える。トンネル内の1ミリの狂いも許されないクリッピングポイント。物理的 FOV に基づいた正確な視界が時速 280km オーバーの世界でコーナーをスローモーションのように捉えさせていた。そして運命の4周目、マシンの燃料が消費され前後の重量バランスが完璧な黄金比へと近づく。ここからがこのセッティングの本領発揮だ。圭介の瞳はコンマ数秒先の路面を冷徹に射抜いている。モザの反根を通じて伝わるロードセンシティビティ。タイヤがアスファルトの粒子をかみしめる感触が物理的 FOV によって最適化された視界と脳内で同期する。もはやマシンとドライバーの間に境界線は存在しない。燃料が消費されマシンの挙動が理想へと近づいたその瞬間、世界から音が消えた。コーナーの進入、ブレーキの抜き、ステアリングの戻し、全てが正解のラインをなぞる。モニターに刻まれたのは2分11秒225。計算と情熱が火花を散らした瞬間に生まれた東京の新しい伝説だ。もはやバックミラーに追いすがるライバルの影はない。2位を17秒以上引き離した圧倒的なまでの一人旅だが、圭介の右足が緩むことはなかった。勝利はすでに確定している。しかし彼が戦っているのはリザルトの順位ではない。自分自身が引き直した最速の境界線だ。13B REW はよどみなく回り続け、シーケンシャルミッションが弾むようにギアをつないでいく。モザの反根から伝わる路面の振動はもはや荒々しいノイズではなく
マシンと路面が奏でる心地よいリズムへと変わっていた。物理的 FOV によって切り取られた東京の夜景が流星のように背後へと消え去っていく。孤独だ。だがこの孤独こそが最速にたどり着いた者だけが許される至高の特権。静まり返ったコクピットの中で圭介は FD と対話を続けていた。サスペンションの沈み込み、タイヤの接地感、ステアリングの重み、その全てが今回のセットアップの正しさを静かに証明している。最終セクション、黄色の閃光が悠然と駆け抜ける。コントロールラインを通過。11分47秒44というトータルタイムを残し、戦いは幕を閉じた。それは緻密な理論と妥協なきシム環境、そして高橋圭介というドライバーの魂が融合して成し遂げた完璧な勝利。東京の朝に新たな伝説の足跡を刻み、FD は静かにその方向を収めた。東京エクスプレスウェイを駆け抜けた高橋圭介仕様の FD。 その圧倒的なタイムを支えたのはマシンセッティング、そしてシム環境への飽くなき探求心でした。もし今回の動画が皆さんの GT7 ライフやセッティングのヒントになったなら、これほど嬉しいことはありません。皆さんも自分だけの正解のラインを見つけてみてください。その時またどこかのサーキットでお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そして皆さんのベストタイム報告もコメント欄でお待ちしています。サカモン33でした。Something about you.